マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、実はですね、私昨日まで、1泊2日で旅行に行っていました。で、韓国の、テグっていうところへ旦那さんとね2人で旅行に行ってきたんですけれども、もうね本当に最高に楽しかったです。すごくいいところでした。それでその旅行中にねたくさんいろんなところでご飯も食べたんですけれども、どれも全部美味しかったです。で、私本当に食べることがすごく大好きなんですね。なのでもう全部大当たり。本当に美味しかったので、めっちゃ幸せでしたね。はい。でね、私たちがそのテグに行く日の天気予報が雨になってたんですよね。そうで、実際に私たちがその行く日の早朝も雷もすごく鳴ってたし、で、雨とかもバーってもう降っていて、豪雨だったんですよ、結構。そう。なので、あ、終わったなって思ったんですよね。もうテグ旅行はずっと雨だ。絶対天気悪いって思ってたんですよ。それで、その日ね、早めに出発したんですけど、やっぱりその出発した時も少し雨が降っていて、で、結構天気も良くなかったんですよね。雲とかもたくさんあって。そう。だからもう今回の旅行はてっきり雨だと思っていたんですね。で、今私が言ったこのてっきり何々と思うっていう表現なんですけれども、これは絶対にそうだと思い込んでいたけど、実際は違う結果になった時に使う表現です。で、この表現結構よく使うのでね、ぜひ覚えてください。はい。じゃあもう一回言ってみますね。テグ旅行はもうてっきり雨だと思っていたんですよ。はい。で、本当にね、ずっと雨が降るんだろうなって思っていたんですけど、テグに到着したら、もうね、すっごい天気がね、超良かったんですよ。もう晴れ。本当に雨も全く降ってなくて。で、あの、私たちはもう絶対に雨が降るって思っていたから、途中で傘も買ったんですよね。だけど、全く意味なかったです。もう最初から最後までずっと天気が良かったので、傘はもうただ荷物になっただけでしたね。はい。そう、だから本当に天気も良かったから、だから、もっと楽しく旅行ができたなって思います。本当に楽しかったですね。もうまた絶対に行きたいなって思います。そう。あまりにも楽しすぎて、本当に1泊2日じゃ足りなかったなって。うん。やっぱり2泊3日くらいで行かないとダメだなって思いましたね。だからもし次、テグ旅行に行く時には、今度は2泊3日で行きたいと思います。はい。でも本当に今回の旅行ですごいリフレッシュできたので、また一生懸命もう日常を生きていけるなっていう、そんな感じがしていますね。それでは、今日のテーマ始めていきましょうかね。はい、今日のテーマはですね、日本の迷信についてお話ししていきたいなと思います。で、この迷信っていうのは、科学的な根拠はないんだけど、これをすると良くないことが起きるとか、これをすると幸運になるとかね。こういった、ことを
多くの人が昔から信じていることを迷信と言います。はい。例えば、夜に何々をするなとか、これをすると不吉だ、良くないとかね。うん。子供の時から結構迷信って聞かされるんですよ。で、子供の時って、なんでいけないんだろう、なんでこれやっちゃいけないんだろうとかね、こう疑問に思ったりするじゃないですか。で、お母さんとかに、なんでダメなのって聞いたりするんですよ。そうすると、親が、とにかくダメなのみたいな。そう。そうやって言われたりするんですよね。で、結局、理由はよくわからないんだけど、とにかく良くないことなんだな。じゃあしないでおこうっていう、そういった感じですかね。はい。で、日本って、そういう迷信が結構たくさんあるんですよ。特に日本の迷信は、夜とか、あとは死ぬの死ですね。死とか、あと幽霊、不吉、良くないことですね。そんなような、ちょっと怖いものが多いですね。でも、こういう迷信を調べてみると、昔の日本人の生活だったりとか、あとは考え方が見えてくるんですね。例えば、子供を危険から守りたいとか、死を怖いものとして考えていたとかね。うん。なので今日は日本人が子供の頃からよく聞かされる有名な迷信を紹介しながら、なんでそんなことを言うのか、そしてどういう文化が背景にあるのかっていうことについてね、お話ししていきたいなと思っていますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。そしてこの舞の日本語ポッドキャストではメンバーシップもやっています。ぜひ興味がある方は概要欄をチェックしてみてください。まず一つ目の迷信は、夜に口笛を吹くと蛇が出るです。これはね、日本でとっても有名な迷信です。で、子供の頃に口笛吹いてると、あの、夜に口笛を吹いちゃダメって言われたことがある人も多いんじゃないかなって思います。で、日本ではね、この夜に口笛を吹くと蛇が来るって言われているんですけど、地域によっては泥棒が来るとか、あとは幽霊が来るって言われたりすることもあるんですね。ね、ちょっと怖いですよね。泥棒とか幽霊とかね。うん。で、なんでこうやって言われるようになったかっていうと、理由はいくつかあります。で、もともとは邪悪なものっていう意味の邪が来るって言われていたそうなんですよ。なんですけど、この蛇っていう漢字も、邪って読むんですね。なので、いつの間にか同じ読み方の蛇に変わったっていう説があります。で、この邪悪っていうのがどういう意味かっていうと、とても悪いこと。で、心がねじ曲がっていて、性質や行いが不正で悪いことを、邪悪と言います。あと他には、口笛が泥棒同士の合図だったっていう説もありますね。なので、こう夜に口笛が聞こえると、なんか怪しい人がいる、泥棒がいるんじゃないか、みたいな、そうやって思われていたのかもしれませんね。二つ目の迷信は、夜に新しい靴を下ろしてはいけないです。この靴を下ろすっていうのは、新しい靴を初めて履くっていう意味ですね。日本では新しい靴を夜から履き始めるっていうのは縁起が悪いと言われることがあります。で、人によっては死を連想する人もいますね。なので新しい靴は朝とか明るいうちに下ろした方がいいって考える人も結構いるんですね。で、こうやって言われる理由の一つは、昔は夜に出かけること自体が危険だったっていうことなんですね。
昔っていうのは、やっぱり今みたく、街に街灯とかもあまりなかったので、街灯って街の明かりですね。そう。で、そういった街灯とかもなかったので、夜道はとっても暗かったんですよ。だから夜に外へ行くのはちょっと危ないことだったんですね。なので、新しい靴で夜に出かけるっていう行動にもしかしたら良くないイメージがあったのかもしれません。あとは、お葬式や死者との結びつきがあるっていう説もあります。昔は亡くなった人のために新しい履物を用意するっていう文化もあったんですね。なので、夜に新しい靴を使うっていうことが死を連想させたとも言われています。はい。こういう話を、聞くと、日本人は結構タイミングをすごく気にする文化があるなって感じますね。例えば、今日は縁起がいい日とか、今日はあんまり縁起が良くない日だから何かするのはやめようとかね。何かをするっていうだけじゃなくって、いつするかっていうのを結構大切にする人が多いんですよね。あの、もちろん、全くそういったことを気にしない人もたくさんいます。いるんですけど、でもやっぱりなんか気になっちゃうんだよねっていう人もね、やっぱりいますね。次の迷信は北枕で寝てはいけないです。この北枕っていうのは、頭を北の方向に向けて寝ることを言います。で、日本では北枕は縁起が悪いって言われることがあるんですね。なので、今でも北向きで寝ることを嫌がる人も結構います。特に年配の方は結構気にする人多いんじゃないかなって思いますね。で、なんで北枕が良くないのかっていうと、日本のお葬式文化で亡くなった人を寝かせるときに頭を北に向けることがあるんですね。で、これは仏教の影響だと言われています。それで北枕を見ると死をイメージする人が多いので、亡くなった人と同じ向きで寝るのは良くないっていう、こういった考えが結構広がっていったんですね。でも、最近はね、若い人はあんまり気にしない人が多いんじゃないかなって思いますね。別にどの向きで寝てもいいじゃんみたいなね。そういった人もたくさんいます。ちなみに私自身もそんなに北枕は気にしないですね。だから北枕で北向きで寝ていたこともありました。あとは風水的に見ると実は北枕って運気がアップするらしくってすごくいいそうです。で、この風水っていうのが何かっていうと家の場所だったりとか、あとは家具の置き方、あと方角、方向向きですね。方角などによって運が良くなったり悪くなったりするっていう考え方です。で、北枕は健康運と金運がアップすると言われているので、あえて北枕で寝る方も最近は結構多いですね。次の迷信は雷が鳴ったらへそを隠せです。これもね、日本ではすっごく有名な迷信です。夏になると急に空が暗くなってゴロゴロゴロって雷の音が聞こえてくることがあります。で、そういう時に日本では昔から雷様にへそを取られるぞって言われてきました。だからそれを聞くと子供たちはね、急いでお腹を隠します。シャツをズボンにしまったりとか、あとはお腹を手で押さえたりしますね。で、おへそを守らなきゃ、取られちゃうから隠さなきゃっ
って言ってね。そう。もちろん、本当におへそを取られるわけじゃないんですけど、子供の頃は、本当に取られちゃうって本気で信じていましたね。はい。で、この迷信にもちゃんと理由があると言われています。一つはお腹を冷やさないためっていう説がありますね。で、雷が鳴る時って急に気温が下がったりとか、あとは雨が降ったりしますよね。で、昔の人は子供がお腹を冷やして体調を悪くしないようにおへそを隠しなさいと言っていたそうです。もう一つは雷雨の時はちゃんと服を着なさいっていう教育の意味ですね。特に昔の子供たちっていうのは、夏に外で遊んで、もうその時結構裸に近い格好でね、遊んでいることも多かったんですよね。なので、雷が来た時は、ちゃんと洋服を着て、ちゃんと体を守りなさいよっていう、そういった意味もあったそうです。それから、この迷信には、日本らしい面白さがあります。日本では昔から自然現象を人のように考えることが多いんですね。例えば、雷には雷様がいる。雪には雪女がいるとかね。だからただの天気ではなくって、雷様が怒っているみたいな、そういった考え方があるんですね。だから、こういう考え方は、日本のアニメや昔話でも描かれることが多いんです。そう。で、私も実際に5歳ぐらいの時だったかな。うん。やっぱり私も小さい時は、雷が鳴ったらおへそを隠さないと、雷様におへそを取られちゃうっていうね、風に、もう本気で信じていました。で、みんなお友達とね、一緒に遊んでいる時に雷が鳴ったんですよ。で、その時に私が、あ、雷様が来た、みんなおへそ隠さなきゃって言ったんですよ。そしたら、一緒に遊んでいた、うちの一人の女の子が結構その子がちょっと冷静と言いますか、現実的な子だったんですよ。で、年、同じ5歳だったんですけど、その子が、ねえ、舞ちゃん、何言ってるのみたいな。雷様なんていないよ。おへそなんか取られないから、そんなの嘘だよって言われたんですね。で、私は本気で雷様におへそを取られるって信じていたので、嘘じゃないもん、本当に取られちゃうから隠さなきゃダメだよって言って、そしたらその子が、いや、嘘なの。いないの。だからおへそを出してても何も起こらないよって言われて、それでその子と喧嘩をするっていうそんなね、ことがありましたね。次の迷信は、夜に爪を切ると親の死に目に会えないです。この死に目っていうのは、人が亡くなる時のことを意味します。特に家族だったり大切な人が息を引き取る最後の瞬間を表すことが多いです。で、日本では昔から夜に爪を切るのは不吉だと言われています。で、子供の頃に親の最後に会えなくなるって言われて、怖がった人もね、結構多いかなと思います。なんでこんな迷信ができたのかっていうと、一番大きな理由として言われているのは、昔って電気がなくって、今みたいに明るい部屋ではなかったんですね。なので夜はすごく暗かったんですよ。で、そんな暗い中で切ると、深く切りすぎて怪我をしてしまう危険がありました。特に昔の爪切りは今ほど安全ではなかったので、実際に危なかったそうです。つまり、夜に爪を切るなっていうのは安全のための教えだったと言われています。あとは日本らしい言葉遊びの説もありますね。
夜爪っていう、夜に爪って書いてね、夜爪っていう言葉が世を詰めるに聞こえるっていう説です。で、この世を詰めるっていうのは、寿命が短くなる、命を縮めるっていうイメージがあります。なんか、危ないからやめなさいじゃなくって、親の死に目に会えなくなるよって言われるのが、ちょっと結構かなりインパクトが強いですよね。そう、でも日本の迷信ってこういうものが結構多いんですよね。もう怖がらせて生活習慣を守らせるみたいなね。そういう感じですね。最後は霊柩車を見たら親指を隠せです。この霊柩車っていうのは亡くなった人を運ぶ車のことです。で、日本では霊柩車を見た時に親指を隠す人がいます。で、こうやってぐっと手の中に親指を入れるんですね。で、子供の頃、もう霊柩車を見て、急いで親指を隠したっていう経験がある人も多いんじゃないかなって思います。で、なんでこの親指を隠すのかっていうと、理由はこの親指に関係しているんですけど、日本語では親指の親っていう漢字はお父さん、お母さんっていう意味ですよね。なので、霊柩車を見た時に親指を隠すっていうのは、親が早く死なないように守るっていう、そういう意味があると言われています。なんかちょっとね、不思議ですよね。うん。で、私が今でもね、はっきり覚えているのが、保育園からの帰り道に、信号待ちをしていたら、霊柩車が通ったんですね。で、その時に、お母さんに、舞ちゃん、親指隠さなきゃダメだよって言われたんですよ。で、その時は、この迷信を知らなかったので、なんでって思いながらも、隠さなきゃダメなんだって言ってすぐ、両手の親指を隠しました。で、その後に、なんでダメなのってお母さんに聞いて、この迷信の理由を教えてもらったんですね。で、その時に初めて、この、迷信のことを知りました。で、それから霊柩車を見るたびに必ず、もう急いで親指を隠していましたね。そう。もう最近はね、全然霊柩車って見ないんですけど、でも、もし見たら、今でもやっぱり、とっさに親指を隠してしまうと思いますね。はい、今日はですね、日本の名詞についてお話ししていきました。いかがでしたか？変だなって思うものもありましたよね、きっとね。でも、日本の迷信をよく見ると、ただの怖い話っていうだけではなくって、死に対する恐れだったりとか、あとは夜は危ないから気をつけようっていう、そういった考え方。あと、家族を大切にしたいとか、子供をしっかり守りたいっていう、気持ちが見えてくるんですね。うん。なので昔の人は、やっぱり今みたいに電気もなくって、本当に夜は、暗くて危なかったんですよね。だから、そういう迷信を使って、子供に危ないことをさせないようにしていたのかもしれませんね。もちろん今はもう全部嘘だよって思う人も多いです。でもやっぱり日本人の中には信じてはいないんだけどなんとなく気になるなっていう人も結構いますね。皆さんの国にも面白い迷信だったりとか、あとは有名な迷信って何かありますかね？もしあったらぜひコメント欄で教えてください。はい。それでは本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。